皆さん、こんにちは。今日は、日本人が仕事の後にどのような夜を過ごしているのかについて話します。海外では、仕事が終わった後に友達と会ったり、スポーツをしたり、レストランやバーへ出かけたりする人が少なくありません。しかし、日本では少し違う傾向があります。もちろん人によって生活は違いますが、多くの日本人にとって平日の夜は活動の時間というよりも休息の時間です。仕事が終わると多くの人はまっすぐ家へ帰ります。特に東京や大阪のような大都市では通勤時間が長いため、仕事が終わってもすぐに自由な時間が始まるわけではありません。会社を出てから電車に乗り、混雑した駅を通り、ようやく家に着く頃には夜になっていることも珍しくありません。そのため、日本人の夜は想像以上に短いのです。日本の会社員の一日は朝早く始まります。6時や7時に起きる人も多く、通勤時間を考えると十分な睡眠をとるためには夜遅くまで起きていることができません。そのため、多くの人は仕事が終わった後に特別な予定を入れるよりも、翌日の仕事に備えて体を休ませることを優先します。家に帰るとまず着替える人が多いです。仕事で着ていたスーツや制服を脱ぎ、部屋着やスウェットに着替えます。日本では家の中でリラックスできる服を持っている人が多く、外で着る服と家で着る服を分けています。着替えることによって仕事モードからプライベートモードへ切り替わると感じる人もいます。その後は夕食の時間です。一人暮らしの人の中には自炊をする人もいますが、毎日料理をするわけではありません。仕事で疲れて帰宅した後に、一から料理を作るのは簡単なことではないからです。そのため、スーパーのお弁当や惣菜を買う人もいますし、コンビニを利用する人もいます。日本のコンビニは食事の種類が多く、温かい食べ物も買えるため、忙しい会社員にとって便利な存在です。一方、家族と暮らしている人は家で作られた食事を食べることが多くなります。家族全員が揃う時間は限られているため、夕食は一日の中で家族が顔を合わせる大切な時間でもあります。しかし、日本の家庭では必ずしも長い会話が続くわけではありません。テレビを見ながら食事をしたり、その日にあったことを少し話したりしながら静かに食べる家庭も少なくありません。夕食が終わると、多くの人はようやく自分の時間を持つことができます。しかし、その時間はそれほど長くありません。午後8時に帰宅し、午後11時には寝る人も多いため、自由時間は3時間ほどしかありません。その限られた時間の中で、日本人はそれぞれ好きなことをして過ごします。最近ではスマートフォンが夜の生活の中心になっています。ソファに座りながらニュースを読んだり、SNS を見たり、動画を視聴したりします。YouTube や動画配信サービスは特に人気があり、好きなドラマや映画を見ながら一日を終える人も少なくありません。若い世代になると、テレビをほとんど見ず、すべての映像コンテンツをスマートフォンやタブレットで視聴する人もいます。日本人の夜の過ごし方を考えるときに重要なのは、多くの人が一人の時間を必要としているということです。仕事中は上司や同僚、お客さんなど多くの人と関わります。日本の職場ではチームで仕事をすることが多く、人間関係にも気を使います。そのため、仕事が終わった後には誰とも話したくないと感じる人もいます。これは特別なことではありません。疲れているからこそ静かな時間が欲しいのです。海外では一人で過ごすことを寂しいと考える人もいますが、日本では一人の時間を楽しむ文化があります。本を読んだり、音楽を聴いたり、動画を見たりしながら、自分だけの時間を過ごすことはごく普通のことです。また、日本人の夜の習慣として欠かせないものの一つがお風呂です。海外ではシャワーだけで済ませる人も多いですが、日本では湯船にお湯をためて入浴する習慣があります。
特に冬になると、お風呂は一日の疲れを取る大切な時間になります。温かいお湯にゆっくり入ることで体が温まり、気持ちも落ち着きます。中にはお風呂に入りながら動画を見たり、本を読んだりする人もいます。お風呂は単に体を洗う場所ではなく、リラックスするための空間として考えられているのです。もちろん、仕事の後に外出する人もいます。友達と食事をしたり、スポーツジムへ行ったり、趣味の活動に参加したりする人もいます。しかし、そのような人たちは全体から見るとそれほど多くありません。特に平日は、できるだけ早く家に帰りたいと考える人が多いようです。かつての日本では、仕事の後に同僚と飲みに行くことが一般的でした。上司との付き合いも仕事の一部だと考えられていた時代があります。しかし最近では価値観が変化しています。若い世代を中心に、仕事とプライベートを分けたいと考える人が増えました。そのため、飲み会に参加する回数は以前より減っていると言われています。子供がいる家庭では夜の過ごし方も変わります。仕事から帰宅した後も、子供の世話や家事が続くからです。宿題を見たり、一緒にお風呂に入ったり、翌日の準備をしたりします。そのため、自分だけの時間を持つことが難しい場合もあります。一方で、その時間を大切に感じている親も少なくありません。仕事が忙しくても、夜の数時間だけは家族と過ごしたいと考える人もいます。このように、日本人の夜はとても静かです。派手なイベントがあるわけでもなく、毎日特別なことをするわけでもありません。しかし、多くの日本人にとって夜は心と体を回復させる大切な時間です。仕事を終え、家に帰り、食事をして、お風呂に入り、自分の好きなことを少しだけして眠る。その繰り返しは一見単調に見えるかもしれません。しかし、その静かな時間こそが、多くの日本人の日常を支えているのです。皆さん、こんにちは。今日は、日本人が仕事の後にどのような夜を過ごしているのかについて話します。海外では、仕事が終わった後に友達と会ったり、スポーツをしたり、レストランやバーへ出かけたりする人が少なくありません。しかし、日本では少し違う傾向があります。もちろん人によって生活は違いますが、多くの日本人にとって平日の夜は活動の時間というよりも、休息の時間です。仕事が終わると、多くの人はまっすぐ家へ帰ります。特に東京や大阪のような大都市では通勤時間が長いため、仕事が終わってもすぐに自由な時間が始まるわけではありません。会社を出てから電車に乗り、混雑した駅を通り、ようやく家に着く頃には夜になっていることも珍しくありません。そのため、日本人の夜は想像以上に短いのです。日本の会社員の一日は朝早く始まります。6時や7時に起きる人も多く、通勤時間を考えると十分な睡眠をとるためには夜遅くまで起きていることができません。そのため、多くの人は仕事が終わった後に特別な予定を入れるよりも、翌日の仕事に備えて体を休ませることを優先します。家に帰るとまず着替える人が多いです。仕事で着ていたスーツや制服を脱ぎ、部屋着やスウェットに着替えます。日本では家の中でリラックスできる服を持っている人が多く、外で着る服と家で着る服を分けています。着替えることによって仕事モードからプライベートモードへ切り替わると感じる人もいます。その後は夕食の時間です。一人暮らしの人の中には自炊をする人もいますが、毎日料理をするわけではありません。仕事で疲れて帰宅した後に、一から料理を作るのは簡単なことではないからです。そのため、スーパーのお弁当や惣菜を買う人もいますし、コンビニを利用する人もいます。日本のコンビニは食事の種類が多く、温かい食べ物も買えるため、忙しい会社員にとって便利な存在です。一方、家族と暮らしている人は家で作られた食事を食べることが多くなります。家族全員が揃う時間は限られているため、
夕食は一日の中で家族が顔を合わせる大切な時間でもあります。しかし、日本の家庭では必ずしも長い会話が続くわけではありません。テレビを見ながら食事をしたり、その日にあったことを少し話したりしながら静かに食べる家庭も少なくありません。夕食が終わると、多くの人はようやく自分の時間を持つことができます。しかし、その時間はそれほど長くありません。午後8時に帰宅し、午後11時には寝る人も多いため、自由時間は3時間ほどしかありません。その限られた時間の中で、日本人はそれぞれ好きなことをして過ごします。最近ではスマートフォンが夜の生活の中心になっています。ソファに座りながらニュースを読んだり、SNS を見たり、動画を視聴したりします。YouTube や動画配信サービスは特に人気があり、好きなドラマや映画を見ながら一日を終える人も少なくありません。若い世代になると、テレビをほとんど見ず、すべての映像コンテンツをスマートフォンやタブレットで視聴する人もいます。日本人の夜の過ごし方を考えるときに重要なのは、多くの人が一人の時間を必要としているということです。仕事中は上司や同僚、お客さんなど多くの人と関わります。日本の職場ではチームで仕事をすることが多く、人間関係にも気を使います。そのため、仕事が終わった後には誰とも話したくないと感じる人もいます。これは特別なことではありません。疲れているからこそ静かな時間が欲しいのです。海外では一人で過ごすことを寂しいと考える人もいますが、日本では一人の時間を楽しむ文化があります。本を読んだり、音楽を聴いたり、動画を見たりしながら、自分だけの時間を過ごすことはごく普通のことです。また、日本人の夜の習慣として欠かせないものの一つがお風呂です。海外ではシャワーだけで済ませる人も多いですが、日本では湯船にお湯をためて入浴する習慣があります。特に冬になると、お風呂は一日の疲れを取る大切な時間になります。温かいお湯にゆっくり入ることで体が温まり、気持ちも落ち着きます。中にはお風呂に入りながら動画を見たり、本を読んだりする人もいます。お風呂は単に体を洗う場所ではなく、リラックスするための空間として考えられているのです。もちろん、仕事の後に外出する人もいます。友達と食事をしたり、スポーツジムへ行ったり、趣味の活動に参加したりする人もいます。しかし、そのような人たちは全体から見るとそれほど多くありません。特に平日は、できるだけ早く家に帰りたいと考える人が多いようです。かつての日本では、仕事の後に同僚と飲みに行くことが一般的でした。上司との付き合いも仕事の一部だと考えられていた時代があります。しかし最近では価値観が変化しています。若い世代を中心に、仕事とプライベートを分けたいと考える人が増えました。そのため、飲み会に参加する回数は以前より減っていると言われています。子供がいる家庭では夜の過ごし方も変わります。仕事から帰宅した後も、子供の世話や家事が続くからです。宿題を見たり、一緒にお風呂に入ったり、翌日の準備をしたりします。そのため、自分だけの時間を持つことが難しい場合もあります。一方で、その時間を大切に感じている親も少なくありません。仕事が忙しくても、夜の数時間だけは家族と過ごしたいと考える人もいます。このように、日本人の夜はとても静かです。派手なイベントがあるわけでもなく、毎日特別なことをするわけでもありません。しかし、多くの日本人にとって夜は心と体を回復させる大切な時間です。仕事を終え、家に帰り、食事をして、お風呂に入り、自分の好きなことを少しだけして眠る。その繰り返しは一見単調に見えるかもしれません。しかし、その静かな時間こそが、多くの日本人の日常を支えているのです。